ちは、ダイヤル11のちえです。私の住むフィリピンのネグロス島は火山の島。マグマの熱によって各地で温泉が湧き出ているんです。当チャンネルではこれまでダーウィンのパスレー温泉、バレンシアのレッドロック温泉、そしてバコンの天然洞窟サウナをご紹介しました。ルマゲテ周辺の温泉はこれで全てだと思っていたんですが、なんと第4の温泉があるという情報が入ってきました。これは行かないわけにはいきません。情報提供者は以前別の動画でご紹介した養鶏事業の起業家のタオさん。居酒屋ひまわりのオーナーヨシさんも一緒に第4の温泉に案内してもらいます。温泉の場所はザンボアンギータの山の中、マップ上のおそらくこの辺り。タオさんは地元の人から温泉の存在を聞き、行く先々で道を尋ねながら自力で探し当てたそうです。だいぶ山の上の方まで来ました。景色が最高です。が、ここから先はかなり激しいオフロード。私は運転に自信がないため、厚かましくもタオさんのバイクに乗せてもらいました。温泉の香りしてきました。本当だ、硫黄の匂いする。もうジェットコースターより怖い。ジェットコースターより怖いドライブを経て温泉の入り口に到着。ボロボロの垂れ幕がかかっています。どうやら以前はちゃんと名前のついた場所だったみたいですね。すぐ隣に綺麗な小川が流れています。水はかなり冷たいです。ここはまだ温泉じゃないみたいですね。ここからは林の中の小道を歩いていきます。意外にも綺麗に舗装された道でかなり歩きやすいです。空気がとてもすがすがしい。キャンプがしたくなるようなすごく気持ちの良い場所です。小道を歩くこと約5分、ついに温泉が見えました。オフロードの先の山奥とは思えないしっかりとした石造りの湯船に白濁したお湯が溜まっています。入ってみるとすごく気持ちいい。温度はややぬるめ、硫黄臭が少し、手触りは若干ぬるぬるしています。泉質はダーウィンのバスレ温泉とかなり似ていますね。バスレ温泉と違うのはお湯が湯船の下から湧き出ていること。この泡の上あたりに来るとお湯がしっかり熱くてさらに気持ちいいです。なるほど、この石垣から冷たい水が流れてきて温度を調整しているんですね。温泉のすぐ隣をさっきの川が流れています。小学生みたいなことしないでくださいよ。これぞまさに天然の渓流露天風呂。地図に載っておらずオフロードを越えないとたどり着けないというところがまた秘湯感があってワクワクします。でも地元の人たちにはすっかりおなじみのチルスポットになっているみたいですね。ネグロス島の山奥の秘湯、運転に自信のある方はぜひ冒険気分で探しに行ってみてください。さて、せっかくザンボアンギータまで来たので、この近くの素敵なレストランをご紹介します。開放的な半野街の店内。木と竹をふんだんに使ったフィリピンらしい内装です。自然を感じながらも洗練された雰囲気でとても居心地のいい空間になっています。
南国のフルーツや野菜を生かしたお料理がいただけるこちらのレストラン。洋食やフィリピン料理などメニューもかなり豊富なんですが、私が特に好きなのがこちら。鶏肉とエビがゴロゴロ入ったパッタイ、甘辛い味付けと麺の歯ごたえも絶妙で、カラマンシーとの相性も抜群。このパッタイはもう本当に美味しいので、ザンボアンギータにお越しの際はぜひ味わってみてください。飲んだことあります？デリカード。なんであいつ混ぜんの？めっちゃ入れたね、しかも。sakto na. It's okay na. Baka. Baboy. 牛とカウのことバカって言うんですよ。さ、ジャパニーズ？バカ means ブワン。バカさ、ハポ。バカさ。Ako si Tao. Human. Tao. Tagalog ba? Yusi. Yushi? Tabako? Simsim tabako. Ay, gusto siya Yushi. Di ka mo pasanahin. Buwang. Paano ba mo niya?